コペンハーゲン市内を観光した翌朝、コペンハーゲン中央駅にやってきました。今日はコペンハーゲン郊外の観光地4カ所を回ります。まずはセブンイレブンで朝食を買おうと思いますが、北欧価格でどれも高いのでパンを一つだけ購入します。同じ種類のパンを複数買うと安くなる仕組みになっています。朝食を調達したら駅のプラットフォームに移動して菓子パンを食べながら電車が来るのを待ちます。最初の目的地はシェイクスピアのハムレットの舞台として有名なクロンボー城で、フレデリクスボー城、ルイジアナ近代美術館、スウェーデン第3の町マルメにある気持ち悪い食べ物博物館を順番に回ります。電車が出発して数分すると係員によるチケットの見回りがありますので、コペンハーゲンカードを提示すれば OK です。コペンハーゲン中央駅を出発して40分、ヘルシンオア駅に到着しました。駅にはスーパーがあり、コペンハーゲン市内よりも値段が安いので、ここで食事を調達する方が安上がりです。ここで私は割引されたサラダを購入しました。駅の外に出たらクロンボー城に向かって15分ほど歩いていきます。ここはスウェーデンと国境が近く、船に乗ってスウェーデンに渡ることができます。シェイクスピアのハムレットの舞台になったクロンボー城は岬にそびえるように建てられています。クロンボー城に向かう途中には2012年に設置された人魚姫の弟の像があります。人魚姫と同じポーズをとりながら、海の泡になって消えてしまった姉を思うように海とお城を見つめています。クロンボー城の中に入るにはチケットが必要ですが、お城の敷地内は誰でも無料で入ることが可能で、天気のいい日は散歩やジョギングを楽しむ人が多いです。茶色の建物の中でコペンハーゲンカードを提示すれば、お城への入場券を発見してもらえます。クロンボー城はシェイクスピアの悲劇に登場するハムレット王子の故郷です。ハムレットの中の名台詞、生きるか死ぬか、それが問題だを一度は聞いたことがあるでしょう。英語では to be or not to be と言います。2000年にユネスコの世界遺産に登録されたお城は外観も素晴らしいですが、内装も豪華で見応えがあります。無料のコインロッカーに荷物を預けたら、お城の中を順路に従って見学していきます。この部屋は16世紀の様子を再現していて、床に敷かれたカーペットが見どころです。現在のデンマークの国土面積は九州と同じくらいですが、フレデリク2世が統治していた16世紀、現在のノルウェー全土、現在のスウェーデン南部もデンマークは支配していました。さらにブリテン島の北部に目を向けると、現在もデンマーク領のフェロー諸島があり、さらに北には現在のアイスランドが当時はデンマーク領で、そのさらに北には現在もデンマーク領のグリーンランドがあります。ここは北欧一の広さを誇る大広間です。壁に飾ってある絵画からは当時の様子を知ることができます。この絵画は学校に行く前の家の様子を描いていて、子どもたちは身の回り品をカゴに入れて持ち運んでいたようです。建物内の見学を終えると、子どもが遊べる塗り絵のスペースが用意されています。色鉛筆や子どもにちょうどいい高さのテーブルや椅子があり、完成した塗り絵は壁に飾ることができます。クロンボー城の見学は90分ほどで十分だと思います。クロンボー城の見学を終えてヘルシンオア駅に戻ってきました。ここから次の目的地、デンマークで最も美しいと言われているフレデリクスボー城へ向かう電車に乗ります。フレデリクスボー城の最寄り駅、ヒレレズ駅まではヘルシンオ駅から電車が1時間に1本しか出ていないので、事前に何時の電車に乗るのかを調べておきましょう。ヒレレズ駅からフレデリクスボー城までは
徒歩20分、駅のセブンイレブン前からタクシーに乗ることも可能です。平坦な道を進んでいくので、街の様子を楽しみながら徒歩で移動するのがおすすめです。フレデリクス坊城は湖畔に佇む優雅な宮殿で、1878年からはデンマークと王室の歴史を紹介する博物館になっています。お城は17世紀前半のクリスチャン4世の時代にルネサンス様式として建てられたものですが、1859年の火災で大部分が焼失しました。再建にあたり、デンマークのビール会社カールスバークの創設者ジェイコブセン氏が多額の資金を提供し、1878年から博物館として再オープンすることができたのです。建物内の見どころは礼拝堂と大広間です。礼拝堂は壮麗な装飾が施されていて、現在は礼拝、洗礼式、結婚式などの教会儀式が行われています。1606年から1617年にかけてクリスチャン4世がこの礼拝堂の建設に着手した際、芸術的な装飾を施すためにヨーロッパ中から腕のいい職人が集められました。1660年に絶対王政が敷かれた後、フレデリクス坊城の礼拝堂はデンマーク国王の叙任式礼拝堂となり、1840年の最後の叙任式まで続きました。大広間は1859年の火災で完全に焼失した様子を忠実に再現したものです。イースターから10月中旬までの週末と祝日には、当時の王室メンバーが着ていたドレスを無料で着用することが可能で、女性にとても人気です。フレデリクス坊城の見学を終えてヒレレズ駅まで戻ってきたら、次の目的地ルイジアナ近代美術館に向かいます。ルイジアナ近代美術館の最寄り駅フレムベック駅で降りたら、案内サインに従って10分くらい歩きます。ルイジアナ近代美術館は広大な庭付きの家に改装を重ねたもので、こじんまりとした玄関からは美術館という公共施設を訪ねる緊張感を感じさせません。館内に入場したら階段を降りて無料のロッカーに荷物を預けます。ここはアート、自然、建築を総合的に体験できるデンマークを代表する国際的な美術館で、絵画、彫刻、映像などの現代アートに触れ、誰もが自分の居場所を見つけられることをコンセプトにしています。1時間ごとの交代制で首輪をつけた生身の人間が現代アートを表現する空間まであります。デンマークの人々は美術館に到着したらカフェに直行し、ゆっくりお茶を飲んでからアートを鑑賞するのが定番の過ごし方だそうです。木々や芝生の緑に圧倒され、天気のいい日にはスウェーデンが見える海の景色を見てリラックスします。デンマークの人々にとって美術館に行くというよりは、休日に庭園や海を見に出かける場所という感覚でルイジアナ近代美術館は親しまれています。窓から見える景色が四季折々に変化し、それ自体が芸術であるという考え方はとても素敵です。どこか日本を感じさせる空間もあり、大人3人が横に並んで楽に歩けて、ちょっとしたアイコンタクトが交わせるくらいの絶妙な幅を考えて設計されています。常設展示のハイライトは草間彌生さんのインフィニティルームで、混雑時には30分以上待つこともあります。ルイジアナ近代美術館の見学を終えてコペンハーゲン中央駅に戻ってきました。最後の目的地スウェーデンの都市マルメに向かうチケットを買うのですが、デンマーク鉄道の券売機ではなくスウェーデン鉄道の券売機でチケットを買います。スウェーデン鉄道の券売機は駅の中に一つだけあり、この券売機でマルメ行きの乗車券を買う方が安くなります。
ただし為替レートの変動によってデンマーク鉄道の券売機で購入した方が安くなる場合もあるので、最新の為替をチェックしてください。国境を越える直前、警察官でしょうか、車両内を巡回していましたが、パスポートの提示は不要でした。マルメ中央駅に到着したら、気持ち悪い食べ物博物館に向かって15分ほど歩いていきます。途中、マルメ市庁舎がある大広場を抜けていきます。マルメはストックホルム、ヨーデボリに続きスウェーデン第3の都市で、コペンハーゲンからは電車で30分とアクセスが良く、コペンハーゲンからの日帰り旅行が可能です。気持ち悪い食べ物博物館 Disgusting Food Museum は2018年10月にオープンしました。世界中から気持ち悪いと言われる食べ物が集められ、入場するとエチケット袋が渡されます。2023年9月現在、これまで399人の来場者が嘔吐してしまったそうです。博物館には日本人が食べるフグや納豆も展示されています。日本人の感覚からすると不思議ですが、これは気持ち悪いという感情は文化の違いから来るものであり、来場者には固定概念が取り払われるような体験をしてほしいという博物館の創設者の思いが背景にあります。また、現在の肉の生産は環境的に持続性可能でないものが大半であり、将来の安全な食のために代替案を検討する必要があります。環境的に持続可能な将来の食料について考え、何が嫌で何がそうでないことなのかについて人々の見解を変えることも目指しています。食べ物はほぼ本物が展示されていて、匂いを嗅いだり実際に口にすることもできます。展示されている食べ物の中には、衛生面から現在は販売を禁止されているものもあり、ウジ虫が湧いたチーズはその一つです。15分ほどで見学を終えたら、25種類の気持ち悪い食べ物の試食ができます。ビンゴカードのような用紙が配られるので、試食したら線を引いていきます。すべて試食するとオリジナル T シャツがもらえると聞いたので、私は25種類すべて試食しましたが、T シャツを買う権利を獲得できるだけでお値段は3000円したので買いませんでした。最後の5種類は激辛調味料なので、博物館を出たら近くのアイスクリーム屋さんにダッシュしました。We just